ひろみの育児チャンネル。皆さんこんばんは、ひろみです。今日も一日お疲れ様です。お疲れ様でした。さて今日は最近の息子の様子についてお話をしてみたいと思います。息子は、今年の4月から小学校に入学をしました。4、5、6と入学して3ヶ月目になるんですけれども、小学校での様子、私が知り得る限り、あとは小学校生活始まってからのお家での様子とお家での困りごとがこれまでとどんな風に変わっていったのか、良くも悪くもというお話をしてみたいと思います。まず総評として、小学校よく通ってくれてるなと思っています。で、また親が心配していたよりは比較的楽しそうに過ごせているんじゃないかなというふうに思っています。小学校は、歩いて本当に10分もかからないようなところにありまして、同じ地域のお姉さんお兄さんと一緒に登校班となって朝見送っていくんですね。で、それも輪を乱すことなく、本当に元気よくというか集中してなのか黙っていくんですけども、学校への行きしぶりっていうのが私たちが想定していたよりは少ないかなというところです。で、もちろん今日学校行かない、行きたくない、今日僕休むからっていう日は週に何日もあります。で、その時に学校での困りごとが何かあるのかっていうのはいつも気にしていて、学校の先生の連絡ノートだったりとか、うちの息子は割と忘れ物というかそうですね、最初のうち多かったので、学校から帰ってきてまた私が職員室に行くっていうことも何回かあったんですけれども、そこでちょこちょこっと先生とお話をしたりとか、あとはもう息子から話を聞くっていうことで、学校での様子っていうのはなんとなくイメージはついていました。で、その中でもちろん学校とうちは学童も通ってるんですけど、嫌なことっていうのはもう4月の段階でちょこちょこと出ていて、この間も同じクラスの子の話で結構時間をがっつりとって話したことがあるんですけど、嫌なことはね全然あって、ただそういう子もいるから、そこで逃げるんじゃなくて、どう親が対応し、どう子供がどういうスタンスでいるかっていうことを、覚えていかないと、この先の人生もたくさんそういう場面ってあるよなっていうような出来事だったので、その都度私が先生方に相談したり、お家で話し合いをしたりっていうことを繰り返していたんですね。なのでそれ以外を除くと仲のいい子もできたようだし、楽しく遊んでいる様子も息子と先生方から聞いているので、そういうものを考えると、今日行きたくない、学校行きたくないっていうのは、やっぱりその日の気分というか、今日は行きたくない、疲れちゃったなとか、そういう感じなのかなと思っています。なのでその時に我が家がすることは、もう朝時間をとって、どうしたの？何があったの？何が嫌なの？っていうのを聞くのではなくて、もうただ言いたいだけなんだなと思って、今日はお休みをする日ではないよと一言だけ伝えます。で、あまりにも疲れてそうだなっていうところであれば、今日はじゃあ早めに迎えに行くねとか、じゃあ明日は下校の日にしようねとか、学校自体を休むのではなくて、ちょっと本人の負担が軽くなるような提案をしたりっていうのをしています。それができるのは私自身が自営の身で、自分のコントロール次第で仕事をすることができるっていう、例えば日中の時間が少なくなっても夜調整することができますし、そんな風に自分の裁量でいろいろと決められる仕事をしているからっていうのが一つ大前提としてあるんですけども、あとはその学校と学童っていうのは学校さえね行っておけばいいと個人的には思っていて、
学童っていうのは親が仕事をしてて子供を見られないから預かってもらっている場所じゃないですか。できればここの負担っていうのは、楽しいこともあるんでしょうけど、別にここは頑張らなくてもいいところなのかなと思っているので、あくまでも子供の仕事は学校に行くことで、ちゃんと授業を受けて学ぶことだと思っているので、じゃあ今日は少し早めに行けるように調整するねとか、じゃあ今週のこの曜日は下校にしようねとか、そんな風に提案することもあります。ただ基本は今日はお休みをする日ではありませんと、そういう一言で対応することが多いです。でもちろん最初は行きたくないんだ、なんかあったのかなとかいろいろ心配しちゃう瞬間もあったんですけれども、でも日頃今日どんなことがあったとか、お友達、隣の席のお友達は誰なのとか、そういう話をいろいろと日頃からしていると、なんとなく学校の様子が分かったりとか、不安なことは学校の先生に連絡ノートでちょっと聞いてみたりとかしているので、そういう把握っていうのはすごく大事かなと思いますね。そんなこんなで家庭の事情でお休みしたことはあるんですけど、本人が行きしぶりの結果学校に行かなかったっていうことは今のところはありません。ただこれもお医者さんに言われてるのは、発達障害に残って最初のうちはものすごく緊張してものすごく頑張っちゃうから、1学期は大丈夫でも2学期からもう本当に疲れちゃって不登校になる子がすっごく多いとも聞いています。なので頑張れ頑張れ、学校は行かなきゃいけないんだとか、甘ったれるなみたいな感じで送り出したくはないなとは思っていて、だからそこの塩梅ですよね。本当に本人がその日の気分で言ってるだけなのか、本当に限界が近づいてきているのか、はたまた学校で具体的にすっごく嫌なことがあっていじめられたとか、いろんなケースがあるので、そこの見極めっていうのは親の観察眼によるものなので、日々難しいなとこういうとこでも感じてはおります。はい。で、朝行きしぶる時に送っていくことも初期の方はありましたね。登校班に混じってもう学校行きたくないと。じゃあ朝送っていくから昇降口までママもついていくから行ってみようねとか、そんな感じで1週間くらいかな送迎していたこともありました。はい。で、他にですね、変わったことといっては、いい面で言うと、すっごくお友達の話をしてくれますね。帰ってきてから、誰々とこういうことをしたとか、誰々くんはこういう面白いことをするんだとか、今日はこういう発言をして、二人が笑ってくれたとか、怒られちゃった先生にとか、誰々と誰々が喧嘩したとか、先生がこんなこと言って、普段すごい優しいのに、すっごい怖かったんだよとか、いろんな話をしてくれて、で、一番楽しい、学校の時間はって聞くと、休み時間に校庭で遊ぶことっていう回答もなんだかほっとしましたし、そんな感じで学校の様子を結構いろいろ喋ってくれるっていうのは、すっごく嬉しいですね。楽しく過ごせてるのかなと思ったり、いろんな話をしてくれるから、その中に困ったことがあったら言ってくれるかなこれからって思ったりとか、そんなことも思いましたね。学校の給食が最初すごい美味しかったみたいで、もうスープを思い出しただけでもう一回飲みたくなるとか、給食に感動した話とかしてくれたりとかっていうところはすごく親としては嬉しいですね。はい。で、困ったことといえば、これは小学校に入ったからっていうのもありますし、多分あるいはもう成長して彼の中で知識が増えてきた、知恵が増えてきたっていうところでもあると思うんですけど、困りごとの中身がちょっと高度になってきたというところですね。今までは何かこだわりに反するようなことがあったりすると、もうとにかくギャーって怒って泣いて家中走り回ったりとか、物に当たったりとか、
そういう、ザ癇癪だったわけなんです。で、癇癪に関しては、こちらの動画でお話ししたような癇癪対応を徹底した結果、もうほとんどなくなりました。ほとんど泣いて怒ってわめくみたいなものはなくなったんですけれども、代わりに言葉攻めっていうんですかね、強い言葉を使ったりとか、私たちが、特に私に向かって言うんですけど、一番傷つくようなこと、消えてとか、この家から出てってとか、そういう言い方をしたりとか、全部ママのせいだとか、あるいは自傷行為をするふりをする。例えばこの間も台風の日にですね、学校がお休みになりまして、でその日に、ちょっと私たちが注意をした。例えばご飯できたから机のテーブルの上のもの片付けてねっていうのがきっかけで、片付けないわけですよね。で、何度も言っても聞かないので、じゃあこれをあっちに運びなさいって言って、私がちょっと強めにもうこうしてああしてっていう風に指導すると。そうするともう本当に疲れたって言って家を出てっちゃったりとか、台風の日にちょっとインターホンで見たらドアの前でうずくまってたりとかしたんですけど、それに気づかれたってバレるとどっか行っちゃったりとか、そういう家出みたいなことをしたり、あるいはこれはもう5歳の時から始まってるんですけど、何か気に食わないことを、例えばその日の出来事なんですけど、今度はお昼ご飯ができたから座ってねっていう話をしたところ、座らないと。じゃあ座らないとご飯はないよって言うじゃないですか。で、座らないと。じゃあご飯を取り上げますとなりますよね。そうすると、キッチンから包丁を取り出してきて、僕はもう死ぬって言うんですよ。こっちのメンタルが結構えぐられるんですよね。そういう癇癪対応でもお話しした分析学によると、そういう問題行動起こる、前後が大事で、今回の場合起こった後に彼が何を享受するか、メリットを潰さないとそういった問題行動は減らないと言われているんですけども、今回のケースだと、例えば私にお昼を取られたっていう、そういう強行突破されたっていうことが嫌だった。危険行動に出る。じゃあご飯食べていいよって出すと相手の思うツボじゃないですか。それはしないんですけど、包丁を持ってる以上止めなきゃいけないし、なんていうのかな。その対応に結構心えぐられるんですよね。だけどやっぱり何が正解かっていうのがわからないので、一旦それを包丁を置いて、こっちにおいでって。で、何が嫌だったのって聞いてみるとか。そういうことしてたんですけど、その後主治医に相談したら、ちょっと私が怒られましてその時の主治医の話もちょっと矛盾点があったので、私の中では納得しきれなかったんですけども、とにかくその危険な行動をするのは意味がないってことは教えなきゃいけないってところは本当にそうだなと思ったんですけれども、なのでそういう主治医の話もあったりして、とにかくそういう危険な行動っていうのは意味がないし悪いことだからやめさせるっていう意味で、夫がね結構強く対応したんです、その時。だけどそれもちょっと違ったんじゃないかなって思っているところがありまして、何がベストなのかっていうのがねやっぱり難しい。なぜなら1分1秒争う事態だから、命に関わる状況だから。なのですごくね最近そこに困ってるんですよね。で、要は彼の言い分としては、そんなに強くパパとママが言うんだったら、もう僕はいなくなった方がいいと。もう死にたいと。で、もう僕が天国に行っちゃったら、もう幸せに暮らせるでしょうと。パパとママが怒らなくて済むわけでしょうというような今回はね、そういう話だったんです。
で、それを思った時に夜な夜な夫と話してたんですけど、もちろんご飯を食べないならご飯を取り上げますっていう対応は別に間違ってなかったと思うし、座らないイコールじゃあご飯ありませんであげないってことも全然いいと思うんですけど、やっぱり問題行動のもっと前、多分ベース息子は小学校でものすごく頑張っていて、で思わぬお休みをゲットしたので、ゆっくりしたかったと思うんですよね。なんですけど、思ってた以上に自分が注意されてしまったと。その注意したくなる気持ちも一親としてはすごい理解できるんですけど、本当に学校では座っていられるらしいんですが、お家だと一口食べては遊び、一口食べては遊びだし、とにかく言うこと何も聞かないわけですよね。で、それにやっぱり私たちも時々イライラしちゃうんですよ。イライラするし、小学校ではできるのになんでだろうって思ったり、そろそろできてほしいなって期待をしてしまったりっていうことがあるんですよね。ただ、やっぱりそこに気づいた時に夫に原点に戻らないとダメだねっていう話をしました。原点っていうのはやっぱり発達障害っていう名前がつくくらいなので、彼らにとって生活のいろんなことが障害なんですよね。ハードル。座ってご飯を食べることも、一回で言うことを聞くことも、彼らにとってどれほどの難易度なのかっていうことを、やっぱり時々忘れちゃうんですよね。忘れてなかったとしても期待値を結構上げすぎちゃう。これくらいならできるだろう。そろそろみたいな。そこが間違ってたなってことに、気がつきました。それで包丁を持ち出すとかね、そういう危険な行為っていうのは、やってはいけないことなんですけれども、息子の立場を考えてみたら多分、本当に家でいろいろ注意されることが、僕にとってどれほどのストレスで危険信号なのか、もう限界なのかっていうことを、表現する一つの方法だったって思うと、それほど苦しかったのかなっていう見方もね、できると思うんですよね。ただ一方で、じゃあ何かあって包丁また持ち出されたら困るから、もう彼には何も言っちゃいけない。息子にはもう甘々でいこうっていうのも違うと思うんですよね。何でも塩梅だなと思っていて、で、発達障害の育児ってその塩梅が非常に難しいなと常々思うんですけれども、このくらいのラインだったらいける。だけど、このラインを超えてしまったら彼らにとっては限界になる。ちっちゃいできるを重ねて少しずつできるラインを伸ばしていく。こういうことが非常に大切で、言ってみると簡単なんですけど、そのラインの見極めとか、できるを重ねるのその地道な親の努力っていうのがすごく難しい時があって、だけどやっぱりそういうことをしていかないと間違った方向に出てしまうだなっていうのをね、すごい感じる今日この頃です。で、その後、我々も反省をしまして、親のスタンスっていうのをね、ちょっと修正したんですよね。で、その後は、危険行為出てなくて、むしろ、すごく毎日ご機嫌な息子になってくれたんですけれども、そういうのを見ると、やっぱり、お家の、私たちの導き方っていうのが、すごく下手だったなと思うし、息子にすごい負担を、かけてたなと反省をする。そんな、ことがありました。はい。というね、感じです、最近は。もうね、本当にね、大変。毎日大変だけど、やっぱ親のスタンスを変えたところ、すごい楽になったこともめちゃくちゃたくさんあって、やっぱりちょっと求めすぎてたかなっていうのはありますね。大反省しました。はい。じゃあどんな風にスタンスを変えていったのか、そのプロセスはどういうものが必要だと思うのかっていう話は、また次の動画でお話をしてみたいと思います。発達障害の
お子さんを育てている皆さん、本当に発達障害といってもいろんな特性がありますので、うちとは全く違うね、困りごとを抱えていらっしゃる方いらっしゃると思いますし、うちと似ている困りごとを抱えている方いらっしゃると思いますし、あとはこのチャンネル見てくださっている方は、成人してね、自分が発達障害だったと知ったという方もいらっしゃると思いますが、それぞれ日常生活の苦労苦難っていうのがあると思います。決して一人で頑張らずに、様々な人の知識とか知見とか経験とかサポートっていうのを親も子も借りて、みんなで乗り越えていけたらいいなと思う今日この頃です。また自分に合った環境をね、まず見つけることもすごく大事だと思うので、諦めずに時々休みながら、やっていきましょう。今日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。